こんばんは。はるです。今回は TOTGS 選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイスの選手だったりとか SBC 目標で来ている選手をティアリストにまとめました。それでは早速紹介をしていきます。こちらが TOTGS 選手たちのティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、スハウテン、そしてラウム、そしてツィエク、そしてラニエリと、この4名になります。で、まずはスハウテンですね。PSV のボランチの選手になります。この人はやっぱりペースの部分がやはり足りないという風なところと、ドリブルの重たさっていうのがどうしてもあります。で、ドリブル重たくってでかい選手185センチなんですけど、フィジカルもそこまで強くはないという選手になりますね。で、積極性もボランチの選手としてはもう少し、欲しいところではありますね。で、逆足さんっていうようなところも、よくは、ないので、やっぱり逆足出した時はずれてしまったりとか弱くなってしまったりとかすることは、十分にある選手ですね。なので、C イベントのカードとして強化はされたんですけれども、代わりはいてしまう、そんな選手になります。でそして、続いてはラウムですね、ラウム。ラウムは左サイドバックの選手、ブンデスでね、もちろんデイビスと比べられることがあると思うんですけど、断然デイビスの方が強いですね。ラウムはスピードがもちろん90超えてていいんですけど、守備面がね、そこまで高くはない選手で、なんかフィジカルでゴリっていうところもあまりない選手になるんで、やっぱりね、ペースがあるだけ、いいとは思うんですけど、ただ、別にこの人も、ラウムじゃなくていいというか、LB の選手で、別にペースがある人ってのは十分揃ってはきてますし、なかなかペースだけでは、ちょっと厳しいものはありますね。クロスとかはね、もちろん上手いんですけど、ただもう少し、守備でもしっかり、取りながら、オプションとしてクロスもあるみたいな選手だったら良かったかなというふうに思いますね。で、そして続いてはツィエクですね。ツィエク。爆発的な、なんかスピードだったりとか、めっちゃドリブル軽いっていう、軽さはあるけど、もう本当にね、バペとかビニシウスとか、そこら辺のレベルの選手ではないので、ドリブルスキルムーブは見せれるけど、かわしきるまではちょっと難しい選手になりますね。フィジカルもそこまで強くないんで、スキル見せるけど、対応されるというか、簡単に対応されがちみたいな選手ではありますね。で、かつ逆足3っていう風な部分で、パスでね、ずれてしまったりとかはあるし、もちろんシュートはあまり決めきれないです。逆足では。で、かつ左足でも、決まらなくてもしょうがないかなっていうぐらいの選手にはなるので、ちょっとこう、ロマン的なというか、ツィエクが好きだから使うみたいな人にとってはいいですけど、こう強さという風な部分を求めてだったら、結構簡単に止められてしまったりするかな、不満はあるかなという風な選手ですね。で、そして続いてはラニエリですね。こちらカンファレンスリーグの選手になるんですけれども、フィオレンティーナセンターバックの選手ですね。もちろんスピード83あるのは素晴らしいですけど、フィジカル面が、そこまで強くはない選手になりますし、レスダー78っていうのもちょっと、もう少し欲しかったなっていうところではあります。全然なんかそこまで、D には置いてますけど、ちょっと C に近い D みたいな、感じですね。ただ、使う人っていうのはそこまでいないのかなというふうには感じますし、そんなに強さもね、あまりない選手になりますね。別になんかセリアだったら他にもね、いいセンターバックの選手はいるという感じですね。で、そして続いては C ですね。C はですね、EL ボニフェイス、そして CL タレミ、目標で来てますルイス・アルベルト。この3名になります。まずはボニフェイスですね、EL。この選手はね、自分結構好きで、リアルでね、結構活躍をしている選手なんですけど、ゲーム的には、まだまだ、この人も使いようはあるんだけど、B にはいかないかなという風なところですね。ドリブルが結構重たい選手にはなりますし、スキルも3なんで、どうしてもそこのこう不満点っていうのは出てくるかなと思います。ただスピードがあって、ある程度の決定力もあるっていう、そういう選手になりますね。あとフィジカルで負けない力っていうのを持ちながら、ヘディングとかもね、結構強い選手にはなります。いい部分もあるんだけど、ただ、やっぱりどうしても、
なんか、使用感っていうような部分では、あんまやなって思う人はいる。そういう風な選手になりますね。で、そして続いてはタレミですね。44あって、この人もね、身長はね、結構高めな選手で、重たさっていうのはある程度あります。なんで、そういうような部分で、結構ね、重たいなって、で、遅いなっていう風な部分で刈り取られたりとかはしますね。ただパスがね、うまかったりとか、シュートもボニフェイス以上には決めれたりする決定力っていうのが、ある選手になりますね。決めが難しいので、この人あまり多分使われなかったりすると思いますけど、個人的には C ランクということになってます。で、そして続いてルイス・アルベルトですね。目標で来ている選手になります。この人プレイスタイルのプラスで今週が、ついてます。で、パス面だったりとか、あとはトリベーラだったりとかがね、ついているということになります。悪くは全然ない選手になりますね。決定力っていうような部分でも、今週を打てれば、ある程度は決めてくれる。レーサーもね、結構高い選手になるんで、素晴らしいと思います。中盤の選手としてドリブルも、ある程度は軽くってパスがめっちゃうまいっていう選手に、なるんですけど、もう少しペースが速かったりとか、あとは守備面ですね。もう少し75、6、あったりとか、したらより良かったかなというふうには思いますね。で、そして続いては B ですね。B はですね、EL グラーフェンベルク、そしてクラウス、そして CL ですね、ポープ、フォーデン、フンメルス、バレッラと、この6名かなを入れました。まずはグラーフェンベルクですね。中盤の選手としてある程度バランスがいい選手になります。フィジカルもね、結構ありながら、冷静さの部分は81、もう少し欲しいところではある。あとはリアクションもう少し欲しいところではありますけど、パスとかもある程度はうまくって、ドリブルも、身長がでかい割にはまだ持てるという、そういう選手で、シュートもある程度は打てるっていう。で、ペースも、ある程度はっていう感じなんで、もう少し能力が全体的にもっと上がってれば、ランクはね、A とかに行っていた可能性は、ある選手ですね。だからちょっと惜しい選手になります。スキル逆足もね、44で、普通にね、悪くはないし、容赦なしのね、プラス、備えてはいるので、結構中盤の選手としては、それなりには活躍はしてる。全然スタメンに入ってもいいという、それぐらいの選手になりますね。で、そして続いてクラウスですね。この人も、十分にだんだんと強化をされてきた選手で、どちらかというと、非常にドリブルが軽かったりとか、少し攻撃に出ていきたいようなサイドバックの選手になります。守備戦っていうほどの守備力っていうのはあまりない。ただフィジカル面だったりとか、意外と気にならなかったりとか、インターセプトだったりとかも意外とはしてくれる、そういう選手にはなりますね。ただヘディングとかはっていうのはちょっとそこまで、勝つ勝率っていうのはどうしても高くはない選手。頑張ってはくれますけど、負けてしまっても仕方ないかなという風な空中戦だったりとかがあるので、やっぱりスピードを活かしたりとか、あとはアジリティの高さ、ドリブルの軽さだったりとかを活かした、ちょっとカンセロチックなというか、サイドバックの選手として前に出ていくっていう方がいいのかなという風に思いますね。クロスも上手いんで、クロスゲーの選手として使うのも全然ありだと思いますね。で、そして続いてはポープですね。キーパーに関してはどうしても試合によって、強さという風な部分がね、分かれてくるポジションではあります。なんでこの試合は止めてんのに、いや、この試合は止めへんねや、みたいな、どうしてもある選手ですね。ただ、ポープに関しては身長がめちゃくちゃ高いので、個人的には、めちゃくちゃ弱いっていうほどでは、ないのかなっていう風には思いますね。結構頑張って止めてはくれるかと思いますし、本当にキーパーに関しては、試合にはよるんですけど、十分スタメンに入れてもいい選手かと思います。で、そして続いてフォーデンですね。フォーデン。フォーデンも87総合値上がって、ドリブルがめちゃくちゃ軽くって、パスもうまくってという、そういう選手になりますね。で、決定力に関しては、右足で打った時はどうしてもシュートが弱かったりとか、外れてしまったりとかっていうのはあります。ただ、左で打てれば、それなりには決めてくれる選手になりますね。で、加速が速い、かつペースもね、あるんで、結構初速でぐんと行ってくれたり、身長も低いんで、トップスピードに行くまでの速さっていうのがある選手になりますね。結構今週とかのプラスもね、ついていたりとかはしますし、本当に左足で打てれば、それなりには決めてくれる。ただロングシュート値だったりとか、カーブ値っていうのが
どうしても低くはなってしまうので、同じ左利きではありますけど、メッシのようなグイーンみたいなシュートっていうのはちょっと難しい選手、ロングシュートっていうのはちょっと難しいかなっていうところなんで、近距離で今週を打つ分にはいいですけど、理不尽な今週っていうのはそこまでかなというふうに思いますね。まあ十分使いやすい選手なんで多くの方に合うと思います。そして続いてはフンメルスですね。この人ね、ペースの部分、加速とダッシュ速度っていうのがかなり差があるんですけど、それなりには速い選手に、なりますね。十分改善をされてきていると思います。で、守備力に関してはかなりこの人も高いです。シュートブロックとか、ちゃんとしてくれる選手になりますし、フィジカルもね、結構強い選手。で、あとはなんて言ったって冷静さ、この人はね、めちゃくちゃ高い。98かな。アイコンのセンターバックとか、こう本当にトップメタのセンターバックと比べても、冷静さっていうのは負けていない力、持ってますし、リアクションもめっちゃ高いです。なんで、十分ね、強い。ちょっと A ランクに入れようかと思ったぐらい、結構ね、使用感っていうのもよくって、なんか本当になんかちゃんと取ってくれたりとか、シュートブロック頑張ってしてくれたりとかするんで、結構ね、いいです。で、あとパスもね、うまいんで、あとは本当にペースが、まあこれからなんかいろんなイベントの中でフンメルスが強化されていったらマジで本当トップオブトップの選手になるかなっていうのは思いますね。まだ今のこれだったらちょっとどうしても追いつかないなっていう場面はある選手になってしまうので、まあそれ以外は結構ほぼほぼなんか完璧に近いかなというふうには思います。ただセンターバックとしてペースがやっぱりどうしても大事な要素にはなってくるので、他の部分よりね、他のポジションよりなんで、まあ、ちょっと B に、しました。で、そして続いてはバレッラですね。まあ、この選手も、普通に強い選手、スタメン級の力っていうのは十分にありますね。スタミナはカンストしてますし、敵高のプラス備えたことによって、パス面だったりとか、で、ちょっとこう、補填される、そういう風なところもいいのかなと思いますね。で、シュートもある程度打てるんですけど、まあ左足かな、逆足さんっていう風な部分がね、どうしても気にはなってくるので、逆足打った時は入らなくてもしょうがないかなという風に思いますね。で、ペースもある程度ありますし、ドリブルも軽いんで、まあちょっとこう、ティキタカプラス備えてるっていうこともあって、まあ守備ができるペドリみたいな、スキル逆足は44から33になったけれども、その分守備能力がちょっと上がったよみたいな、結構ペドリ、そういう風な部分でペドリっぽい感じに、なってくる、そんな選手になりますね。まあセリアの選手の中では、かなり強い、中盤の選手にはなるかと思います。で、そして続いては A ですね。A はですね、アルバレス、そしてロドリゴ、サカ、SBC で来ましたハリー・ケインと、この4名になります。まずはフリアン・アルバレスですね。44ですけど、ドリブルがめちゃくちゃ軽く、めちゃくちゃ細かくって、パスも出しつつも決定力が高いという、そんな選手になってます。で、ペースも十分にあるという。やっぱりね、レスは90まで上がりましたし、本当にまあトレイルブレイザーズの時は、まあみんな作っていた選手になるんですけど、個人的にはやっぱりあんまり、まあ、活躍はしてくれるけど、なんかこう理不尽さに欠けるみたいな選手だったんですけど、かなりレーザーも高くなって、決定力も高くなったという風なことで、まあ十分強い選手にはなるかと思いますね。まあ積極性も高いっていう風な部分が、やっぱり前から守備をするという風な、上では大事にはなってくるので、身長だったりとか、まあ足がそこまで長い選手ではないんですけど、ただボールをね、足に当ててくれたりとか、センターバックがちょっともたついてる、時には、なんかこう、刈り取ってくれたりとかができる選手にはなるので、結構相手にいると厄介な、そんな選手にはなりますね。で、そして続いてはロドリゴですね。ロドリゴ。こちらも4-4の選手になっていて、フリーキックかなのデッドボールのプレイスタイルに変わっているという、ことになってます。まあ、スピード面だったりとかをね、補填するプレイスタイルだったらより良かったかなっていうのは思うんですけど、ただ、もともとスピードは速いですし、決定力もね、ある程度あって、ドリブルが軽いという、そういう選手、あとはパスもね、まあ、ある程度出せる選手になるんで、また4-4ではありますけど、アルバレスとはまたちょっと違ったタイプの、選手、ロドリゴの方がこうウインガータイプ、サイドタイプ、で、アルバレスの方が本当 ST みたいな、そういう選手にはなりますね。ロドリゴ本当にね、使いやすい選手にはなりますし、十分こう試合でも活躍をしてくれる。ロドリゴよくやったっていう試合もね、過去にあったぐらいなんで、個人的には普通に強い選手になりますね。で、そして続いてはサカですね。まあ、サカは91の能力で、来ましたね。RTTK と一応同じですね、91は。
なんで、かなりこの人も、強化をされたというか、強くなって出てきたなという印象を受けますね。パワーシュートのね、プラスがついたっていうのも、パワーシュート使う方にとってはいいのかなというふうには思いますし、こういうのもね、決定力はある程度高い選手になります。で、一応 RTTK と同じくこの人も4-4に、なってるので、逆足でもちゃんと決めきるっていうことができる選手ですね。で、パスがやっぱりね、めっちゃうまいですよ、サカは。本当にサイドからの横パスとか斜めのスルーパスっていうのがどうしても他の選手だと通らなかったのがサカだと通るみたいな、そこがね非常に個人的にやっぱ総合力という風な部分で素晴らしいんですよね。でドリブルも軽いし、結構ねこの人はねありだと思います。普通に強いです。でフィジカル自体はめっちゃね強いっていうわけではないけど、なんかひらりひらりとかわせる、そういう力も持ってますし、またサイドの選手として意外とね守備もできるっていう、守備値が高いっていうのもサカは本当にいいところなんで、何でもできるというか、いろんなことが高クオリティでできるサイドアタッカーっていう風な部分でサカは素晴らしいですね。スキル5がないっていうところが結構人によったりとか、プレイスタイルパワーシュート使うかどうかとかっていうのが人によったりとかするんですけど、ただ本当にポテンシャルが高い、そういう風な選手ですね。でそして SBC で来ましたハリー・ケインですね。ケインに関しては20万ほどで、作れる選手なんですけど、20万の価値っていうのは十分にあると思います。決定力はめちゃくちゃ高いし、逆足も5ですし、レースも高くって、本当にシュートを打てば、結構決めてはくれる確率っていうのは高いですね。で、スキル3でドリブルが重たくってっていう、先ほどのボニフェイスだったりとかとね、同じような感じなんですけど、この人の方がもっとパスが上手かったりとか、リアクションも高いですし、そういうような部分で、かなりなんていうんですかね、ドリブルが重たいなりに、いろんな逃げ道があるという、そういう選手になるので、かなりこの人の方が、安定して使うことができるかなというふうに感じますね。で、ペースも80まで行きました。どうしてもまだちょっと遅さっていう風な部分、置いていく爆速みたいなほどは、ない選手になるんですけど、ただ、それなりにはちゃんと抜け出したら追いつかれない部分のね、スピードっていうのは持ってますし、フィジカルもね、強いんで、簡単に体当てられても負けないっていう力持ってますね。十分この人は、強い選手になるかと思いますね。この人もやっぱパスが上手いんで、アタッカーとしてはそこの部分はね、意外といいかなという風なところで、個人的には評価をしてます。でそして最後 S ですね。S はですね、ラファエル・レオン、そしてベリンガム、カンセロ、ムシアラ、グリーズマン、エンバペと、こちらもこの6名になってます。まずはラファエル・レオンですね。レオンはラピッドのプラスそのまま金の時から備えつつ強化をされたという感じになってますね。レオンの場合はペースとあとはドリブル、そのフィジカルの部分っていうのはそこまで金の時からねやっぱ強かったんで、違いっていうのはそこまで感じにくいんですけど、シュートとかパスとかっていうのがある程度やっぱだんだん改善をされてきてるなと、そういう印象を受けます。この TOTGS まだまだねやっぱ難しいパスっていうのはちょっと出せない、引っかかったりとかはするんですけど、シュートはやっぱり決めきれるようにはよりなってるという風に感じますね。単純なサイドの突破の理不尽さだけではなくって、そこからより中に切り込んでシュートという選択肢もより持てるようになったという風なのがレオンになるので、結構ねやっぱり縦突破もいけるし、中に行ってもシュートって部分がねあるのは非常に素晴らしいアタッカーかなと、思います。レオン合う合わないは結構人によって分かれるかと思いますけど、個人的にはめちゃくちゃ強い、ウイングの選手なんでかなりおすすめ。S ランクに相当する力っていうのは十分にありますね。でそしてベリンガムですね。ベリンガム。この人もね、だんだん強化を、されていってて、トレイルブレイザーズからまたプラスを1、されて、こちらの TOTGS だと、またプレイスタイルが変わっていて、インターセプトのプラスになってますね。なので、これはね、結構素晴らしいと思います。普通にめちゃくちゃ強いと思いますね。守備に関しても82まで行きましたし、守備の能力もね、82まで上がりましたし、もともとインターセプトの能力っていうのも低い選手ではないんで、本当に守備でカットしてから、そこから自分で行く推進力、持っていく力っていうのが、ある選手なんで、そこの守備の部分でプレイスタイルついたのはかなりでかいなと
思いますね。で、パスももちろん上手いし、シュートの決定力っていうのも十分にある選手に、なります。で、決定力ね、この決定力以上になんか決めきってくれるのがベリンガムな気がするんで、自分が使った時は。やっぱりその中で非常に、攻守万能、よりやっぱり万能になって、だんだんいろんな能力が上がってきたなというふうに思うので、明らかに強い選手かなというふうに思いますね。で、そして続いてはカンセロですね。ジョアン・カンセロ。カンセロはね、個人的にはやっぱり、攻撃面で活躍ができる選手だと思います。ドリブルでなんとかっていう風なところももちろんあるんですけど、やっぱパスがめっちゃうまいっていうのが、個人的にサイドバックのカンセロを使っていて思うことですね。本当にカンセロだからこそ、そこのプレスをかいくぐれたとか、その状況っていうのを出してくれたっていうのが本当に多いので、ちょっとね、守備面だったりとかは、ね、ちょっと気になる部分はあるかもしれないですけれども、それでも、このテオテチスでも改善をね、だんだんちょっとずつでもされてはきてるので、普通に S ランクに相当するサイドバックだと自分は思います。かつ、そういう攻撃性能を備えながらも、ウィップとパスかな、このクロスのね、プレースタイルプラスになってる、備えてるっていうのも一つでかいかなというふうには思いますね。で、そして続いてはムシアラですね。ムシアラもですね、プレイスタイルが変わっていて、テクニカルのプラスではなくなり、クイックステップになってます。速さという風な、部分で、ブーストをしてくれるプレイスタイルになるんですけど、テクニカルにプラスじゃなくなったのは痛いですけど、ドリブルの能力もともと高いですし、一応テクニカル後ろでついてるんで、めちゃくちゃ変わるっていうほどでは、ないかなというふうには思います。なんで、そういうなんかマイナス点に見るところではなく、プラスの要素でクイックステップがついたっていうのは、一つ、大きいアップグレードかなと思いますね。で、この人も、センチュリオンズの頃からですね、パス面だったりとか、シュート面だったりとかがより改善をされてるので、特徴としてドリブルがあったっていうのと、よりちょっと他の部分が改善をされてるので、もちろんね、フィジカルが気になる場面っていうのはどうしてもあるんですけど、ただコントロールスプリント、テクニカル使ったりとかをすれば、なんか本当にひらりひらり今作はかわせる仕様になってるので、なんでムシアラは、十分強い、S ランクに相当する力っていうのはあって、試合で輝いてくれる、確率っていうのが非常に高い選手になりますね。で、そして続いてはグリーズマンですね。グリーズマン。90になって出てきました、グリーズマン。これはね、テクニカルのプラスにこの人もプレッシャーが変わってなってるんですよ。えぐいね。これはちょっと、グリーズマンはもともとやっぱりグリーズマンもドリブルが軽いし、レースが高いし、決定力も高くて、あとパスもめっちゃうまい。だから、そういう選手が、テクニカルのプラス備えたことによって、もちろんペースもね、少し上がってるんで、自分でいけるようにもなったっていうのが、一つでかいと思います。パスもうまいし、本当にこう、細かさっていう風な部分もあったんだけど、その細かさプラス、推進力っていうのがこのテクニカルのプラスついたことによって手にしたのかなと思いますね。なんで本当にこう、グリーズマン受けて、そこから前線の選手走ってる。で、出しそうになる。見てる。で、裏ケアする。じゃあ自分で行こうかっていうことができるようになったので、これはえぐい。グリーズマンはえぐい。逆足さんですけど、ただ、本当にそれ以上に、プラスの要素、めちゃ強いものが多く持ってるので、S かなというふうには思いますね。このプレイスタイル、今週じゃなくなったけど、テクニカルはちょっとでかいかなと思いますね。で、そして最後、エンバペですね。言わずもがな最強戦士ですね。明らかに強い選手になりますし、クイックステップのプラスはそのままにですね、能力自体はそれなりにプラス1ずつかな、上がっているということですね。金でも今でもトップメタの選手にはなりますし、決定力だったりとかっていうのも、もうめちゃくちゃ高い選手になります。一応この TOTGS では、冷静さ90まで上がったので、より決めきれるようになったという選手、ドリブルとかスピードだったりとかは、もう本当にトップ級、作品の中でも一番強いんじゃないかと思うぐらいのアタッカーの選手にはなりますね。という感じで、こちらが TOTGS 戦車士のティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。